ジョルジュさんにお供つけーの。これで4人中3人がお供ありに。そしたら念願の、にゃっこだにゃっこ。はぁにゃっこかわいいにゃっこねー。にゃっこ殿化してますよモフ殿。おっといっけにゃっこ。二人旅でもお供するにゃっこかわいいな。にゃっこ殿おー。ダイナミック、入水。モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。ブラミモンド。それでは早速ジョルジュさん魔改造行くぞ。参りましょう。処刑するスロットル。ちょっとモフ殿いきなり紋章師アイク殿を師匠様にするなんて正気で。ポチッとにゃ。ご安心ください。紋章師アイクくんはちゃんと弊社におりまする。それはよかった。ではずんどこ魔改造しながらフリートークコーナー。参りましょう。冒頭では驚かされましたが、お供にゃっこ殿は、お気に召しましたか？もうとってもキャワイイです。それはよかった。尻尾をちょこっと動かしたり、時々お顔を洗ったり。実に愛らしい。でも二人旅行くと、ちょっと荒ぶったりもする。にゃっこ殿どうしてそんなところに。ある意味猫らしい。ジョルジュさんアストリアくんにゃっこトリオで旅しましたが、エンジョイできました。それはよかった。みんな、にゃっこはいいぞにゃっこは。お話中にも着々と魔改造が行われていますが、いかがでしょう。ジョルジュさんに全スキル継承させたいを目標に頑張ってるわけなんですが、はい。もうね、変。でしょうね。スムーズに継承させるために、こういう感じのニャンニャンリスト作った。ブーブーリストですね。変形が迷子。なるほどこれなら6ガジ。どのジョルジュ殿に何を継承させるか。迷いますね。とならず、スムーズにできそうですね。と思うじゃん。違うのですか？ちゃんとパーフェクトにこなしたつもりが、下地スキル継承忘れてたりとかして、まごまごしておりまする。何やってるんですか？生温かい目でニャゴニャゴ部分も楽しんでいただければ。光栄に思います。それにしても多いですね、リスト。そうにゃんよ。録画&リスト化してるの。星5弦のものだけに絞ってるんだけど、それでもこの数にゃんよ。驚きますね。驚くのはまだ早い。と言いますと？このリスト、まだ A スキルの途中なんです。まだまだ A スキルもたくさん、加えて BC スキルもあるんだ。しかもその間、どんどん新スキルも追加されていくという、無限スキル編。つまり、ようやく登り始めたばかりなんですね。この果てしなく遠い魔改造坂を。魔改造とモフ殿の連載は、まだ終わりません。驚くのはまだ早い。まだ何かあるのですか？このリストってさ、スキル検索機能を使って、ジョルジュさんに継承済みじゃないやつをピックアップしたのね。継承済みならジョルジュ殿にチェックマークが表示されます。スキル検索もちょっとやりやすくなればいいのにな。名前だけでなく、継承可能兵種や物種で絞り込めれば嬉しいですね。ちゃんお願いします。でもそれとジョルジュ殿に未継承なスキル、何の関係が？この機能って、自分が今現在持っているスキルの一覧なんです。は？お分かりいただけただろうか。まだ私が持っていないだけのスキルも、ちゃんとあるのだよ。なんだって、つまり、ようやく登り始めたばかりなんですね。この果てしなく遠い長い終わりの見えない魔改造坂を。魔改造とモフ殿の連載は、まだ終わりません。オーブは？終わりそう。これまでか。オーブさーん。本当に大丈夫なんですか？この企画。やってみてよかった点として、ガチャリンクを引く指針ができた。ああ、なるほど。今までだったらさ、例えば伝承さくらちゃんみたいな、めちゃくちゃ強そうな子が来たら、迷いますね。って悩んだ挙句オーブ使ってたじゃん。そうですね。でも今回ジョルジュさんに継承できるスキルないから、やめとこっかって一歩踏みとどまれる。なるほど自制心の向上にもなると。でも今回筋肉兄さんも突できるから、やっぱ引いちゃおっかな。どうしよっかな。早くも自制心が迷子。困りました。だってさ、なんかよくわかんないけど強そうじゃん。伝承さくらちゃん。桜殿としては久方ぶりの登場です。いつぶりなん？ですね、爽快ネフェミー殿の裏として実装されたのが昨年8月、バレンタインエリーゼ殿の裏として実装されたのが2023年2月。どっちも裏じゃない？そこです。初の裏2周目をいただいたのが桜殿だったと記憶しております。せめて一回表を。そして桜殿名義で実装されたのは2019年1月の温泉ガチャが最後でした。龍馬兄さんが一番脱いでたやつ。懐かしいですね。桜殿ファンの召喚師殿は感知したのでは？よかったなぁ。ほんとよかったなぁ。イラストも超絶可愛くって。通常桜殿や猫桜殿と同じ、藤チョコ先生です。SD のモーションも可愛く、これ天魔いる？おやめください。だって飛んでるじゃん。どう見たって飛んでるじゃん。天魔じゃなくってほうきとかでもいけそうじゃん。ほうきにまたがればもはや魔法少女。私と契約して魔法少女になってよ。突然見知らぬ生き物からこう言われたら、契約内容をよく確認、書面に起こしてもらって、一度家に持ち帰りしっかり内容を読み込む。ご家族にも資料を読んでいただいて相談、クーリングオフ可能か確認、数日じっくり考えて、それでも契約したい場合のみ契約しましょうね。猫と右腕とのお約束だぞ。契約します。ブラミモンド殿。こうして生まれたのが八神将魔法少女ブラミンってわけ。少年、少女？迷いますね。いいじゃん別に、おじさんだって魔法少女になれる時代なんだから。せやで。私の見識が狭かったです。お許しください。ええんやで。なんと。寛大なお言葉。ありがとうございます。よかったね兄さん。
ところでモフ殿は、先ほどから何をしていらっしゃるのですか？何ってもちろん、スキル継承ですけど。清くクロム殿を、お師匠様に、紋章師アイク殿のように、実は弊社にもう一組いらっしゃるというパターンですね。いや、いないからこうやってセリフ聞いてたの。冗談ですよねモフ殿。最近ではさすがにパワー不足ですが、それでも運命を変える効果は強力ですし、何よりいつか連星来た時に、環境に返り咲くのは火を見るより明らかですよ。しょうがないじゃん。だって、金藩、攻撃の渾身持ってるの。清くクロムくんか忍者カミラさんのどっちかだけ。カミラさんに所持ない以上、こうするしか、ないんだよ。やってしまった。クロムくんごめんなさい。引き続きジョルジュさん魔改造。参りましょう。今度は巻き、両親経由での継承ですな。それで今セリフを聞いている伝承ユーリス殿は、まさか。そうだね、マバ持ってるからだね。はい。なんでしょ兄さん。マバなら深海ダグ殿もお持ちのはず。なのにわざわざ一人しかいないユーリス殿を犠牲にする理由は？おっぴい質問ですな兄さん。光栄に思います。それはね、伝承ユーリス君がマバだけじゃなくって、速さ封じも持ってるからだよ。そういえば両方お持ちですね。で、我が家で速さ封じ4持ってるのは、ユーリス君か伝承シェズコちゃん。シェズコちゃんは一人しか持ってないから。どの道どちらかは犠牲になってしまうのですね。だったらダグちゃんとシェズコちゃんの二人より、一人で済むユーリス君をと思ったわけ。わかりました。イケメンを失うのは忍びないんだけどね。なるべくなら皆さん弊社に残しておきたいのですが。どうしてもこういうケースが出てきちゃう。だからせめてセリフを動画に残しておこっかなーって。恋しくなった時は動画を再生するのですね。何かのガチャリンコで再会できれば一番嬉しいけどね。またお会いできることを切に願っております。魔改造の辛いところ。しかし、先ほどの渾身といい、マバといい、使いますか？現環境で。多分使わん。でもほら、万全から完全みたいに、マバや速さ封じの上位版も出るかもしらんし。確かにその可能性は大いにあります。マバの上位版が出るとして、名前はどうなるのでしょうね。マバか、守備と魔法参照、どっちでもいけるってことだから。二刀流、攻撃速さの大谷翔平。大谷翔平殿？どう？強そうじゃろ？確かに強者感しかありません。海外版なら、攻撃速さの大谷さん。ではそれで決まりということで。パクっていいよ、ペイちゃん。ところでモフ殿。なんでしょ兄さん。また随分孫ついていませんでしたか？両親組の下地スキルはちゃんとチェックしたのに、ジョルジュさんの方忘れとった。モフ殿。だって、しょうがないじゃん。いっぺん他の誰か経由するからとってもややこしいんだもん。まあ確かに混乱しますよね。両親が実装されたから、スキル継承パズルがますます大変。困りました。それだけに、こうやってかっちりハマった時は、物ごっつ快感。綺麗にはまりましたね。さすがです。一度限界突破ハサミーの。両親の継承権を使ったら、限界突破しないと復活しない仕組みです。これさ、限界突破させた数だけストックしてくれないかな。継承権。そこです。おかげで、私の突がいつまで経っても進みません。本気出せばもうちょい突できるんだけど、すまんなマキと両親を貫突できる方はすごいと思います。ラストエリクサー症候群の私には厳しいですな。困りました。でも今日はブリギットさんだけじゃなくって、兄さんの突も進むから安心して。本当ですか？ありがとうございます。今度は基準値速さ開花のジョルジュさんにこれ。完全に不動、刹那に始まりの鼓動、刃2強、8節、なかなかの高級お師匠様になりましたね。継承権まだ1個残ってるから、突だけして残しとこっと。その継承権もう一つ増えそうですよ。どういうこと？次回のアップデートで常設秘伝書のラインナップが更新されます。その中に長身ブリギット殿のお姿も。ほんとだー。しかも手前にマキシアキさんもおるじゃん。そこです。ルートによってはマキと長身が並んでいたり、最新の英雄までいらっしゃったり。バレンタイン殿下にマキエルさんも？驚きますね。こないだのやつでも結構うな味だと思ったのに。うな味派は猫ですね。ペイちゃん大盤振る舞いですなまた紙片集め、頑張らないとですね。そうだなこないだ頑張ってガチャリンコ引いたミデイルくんもおるし。ミデイルくんおるの？はい、いらっしゃいますよ。どうしましたモフ殿？ミデイルくん一人しかおらんかったのに。セリフを聞いている、ということは、もしかしてやってしまいましたか？そんなんだったらさ、犠牲にせずに済んだじゃん、ミデイルくん。モフ殿落ち着いてください。紙片が豪華で嬉しいやら、タイミングが絶妙で悲しいやら。心が2つある。迷いますね。ミデイルくんほんとごめんなさい。お許しください。まあ、でも、紙片溜まるの、結構後だし。そうですね。でも、悲しい別れを遂げたキャラがいる一方で、犠牲を免れた子もおったりする。それは一体？例えば、忍者サーヤさん。忍者サーヤ殿といえば、演劇と共鳴の黒魔法をお持ちですね。誰経由で演劇教えてもらおっかなーって迷ってて。マキの私は、いかがでしょう？演劇はいいんだけど、共鳴の黒魔法がもう継承済みなんだ。なるほど、ちょっともったいないですね。そうなんよ。でずっとモヤモヤしてるうちに、ミデイルくんが実装されて、寸劇ならジョルジュさんもマキ兄さんも継承できる。で白羽の矢が立っちゃったってわけ。寸劇は歩行と騎馬のみ継
継承できる珍しいスキルです。大体歩行と重装。騎馬と飛行が継承できるパターンが多いですね。だからマキ兄さん経由でジョルジュさんにスキル継承する場合、結構探すの困難なんです。困りました。だから兄さん次回はチャリ乗らないで徒歩で来て。騎馬や比喩をチャリ扱いするのは、おやめください。いつもチャリで来るんだもん兄さん。ちょうど4人実装されているので、取れますね。元ネタのプリクラ。元ネタ知らない方は、チャリで来た、で検索、そして誰か兄さんバージョンコラ作って。ご冗談はおやめください。もしくは、超英雄騎馬ジョルジュさん実装されたら継承しやすくっていいな。本音はそっちですよね。今年も突然のおニュージョルジュさん待ってるで、ペイちゃん。突然のジョルジュ殿実装、どうかお許しいただきたい、と言えればいいですね。そしてそれがもし魔法ジョルジュさんだったら、この奮撃も活かせてニャンニャンですな。ウィンウィンです。何かとんでもないことが行われようとしている。正気ですかモフ殿。記憶リオン殿といえばかつて大暴れして、大暴れしすぎた上に対策されてしまった。圧倒的環境キャラではないですか。環境トップクラスのトーマ守り手たちが、見切り反撃深持ってない&シューターできるようになったから、即行動終了がまた役立つかも。そう思うのでしたらなおさら。おやめください。もしかしたら他に奮撃持ちが来るかもしれませんし。それは多分難しいと思う。なぜですか？攻撃速さ系とか、需要のあるやつはフェイちゃん結構出してくれるけど、攻撃守備とか攻撃魔法とか、ちょっとニッチなやつは一人しか持ってこない、とか結構ある気がするんよ。確かに攻撃速さの備え4持ちは6名もいらっしゃるのに、攻撃守備になると3体エデルガルと殿しかいらっしゃらない。ね。困りました。つまり、やるしかないんだよ、今、ここで。やってしまった。知りませんよ。後で泣くことになっても。ご安心ください。もう泣いてますよ。もう泣いてました。というわけで今回の魔改造もそろそろフィナーレです。心を鬼にしたかやって。猫です。心を猫にしたかやそれただの平常運転です。見事に全部金スキルになりましたね。この瞬間のためだけにスキル継承パズルやってる。作戦通りに。ハマった時は楽しいですね。にゃっふんふん。というわけでポチッとにゃーん。お疲れ様でした。では完成した最新、パーフェクト、完全体、おニュージョルジュさんを見ながらお別れ。色々被ってますよ。もし動画エンジョイしていただけたなら、チャンネル登録に高評価ボタンポチっていただけると。光栄に思います。それではご視聴ありがとうございました。国民投票対戦始まったぞ。モフ殿はどの陣営に？悩んだ結果、未所持の伝承アイラさん家にお邪魔しておりまする。洗礼をもって戦いましょう。